大丈夫そうですかね。出発いたします。バス走行中は安全のため、必ずシートベルトのご着用をお願いいたします。中流域は有名な名所が多い定番コース。そして上流域は滝がたくさん集まるコースです。こちらが一つ目の名所、五月雨の流れです。川の流れが岩にぶつかり、生地に乱れる様子から3つに乱れると書いて五月雨と名付けられた名所です。こちら右側の渓流だけではなく、ぜひお写真お参考にください。私たちは今、奥入瀬渓流の谷底にいるんだということが改めて実感しやすいスポットでございます。あまり滝には見えないような、本当に可愛らしい大きさの滝。でございます。現在では放流されたヒメマスが十和田湖の名物となっております。またこちらの東勢大滝越えてすぐ左側にこれですよ。バスは
一部では奥入瀬渓流の紹介、遠隔作業があるものでございます。秋になるとまたその色がだんだん薄くなって黄色といらっしゃればぜひ。2品目、イガメンチご用意いたしました。イガメンチご存知ですか？こちらが5品のアミューズでございます。こちらのおですが、奥入瀬渓流をイメージしたタルタル作り、レモンソースと海苔をまとわせ、これはいちごでしたり、赤玉ねぎでございます。サーモンをコロッケ状にいたしまして、上にサブレでございます。かぶのソースで冷製スープスライスにしましてフレッシュな状態で使ってます。焼き上げたらこちらを取り分けいたします。お待ちしてお待ちいたしました。一番下です。泡には日本酒の香りがついてあります。
ようございます。こちらは苗木の方になりますので、土の量が少し増えるんですね。水をたくさん含むことができて、世話の面では水持ちがいいと。この苔むした、この環境がね、天然。ここに山もみじとかね、赤い色を添えてくれます。乾かないようにというような丸を作るような感じで広げていきます。ラップの四隅を集めておにぎり握りますか？手に巻いたら横に回転。今ねちょっとそこから落ちるのを抑えるために縦巻きだけしてますよ。じゃあこれをドンと置いて、でこちら大きいじゃないですか。ラップ包むときはなるべくねぎゅーっと引っ張ってきてください。ちょっと糸に切りやすそうですね。ガッチリ握っていただいた。おお、2人ともすんなりと出来上がる。あとこういうふうにしますので、1枚。
時が桜の木になってまして。失礼します。牛のバラ焼きになります。焼き方についてご説明させていただきます。まずお肉そのままで玉ねぎだけをタレと絡めるような感じでコロコロ転がして炒めてください。で、玉ねぎが柔らかく飴色になりましたらお肉の山崩して全体的に炒めてください。で、タレが完全に飛んだら完成になります。失礼します。バラ焼きを召し上がりになるの初めてですか？片方ですからお肉の山崩して全体的に炒めてください。で、タレが完全に飛んだら
らでご用意させていただきます。こちらの星マークがついているものでしたらお好きなものすべてご用意可能でございますので、どうぞお選びくださいませ。またですね、こちらのお席からはちょうど岡本太郎の作品「カッパシード」が見えるようなお席でございます。ぜひ景色も一緒にお楽しみくださいませ。1001号でございます。ごゆっくりお過ごしくださいませ。奥入瀬渓流にも安全なキノコとともに毒キノコも生えております。こちらがカエンタケ、ドクツルタケ、またこちらが抹茶を使いましたひなの日傘でございます。こちらのお飲み物、一度だけという一晩で溶けてしまうようなコーヒーを再現しております。こういう滝からしぶきとかこうしっかり水蒸気が舞い上がってこの辺り一般の車はほぼ通らないので、人工的な音とかそういったところはもうほぼ感じることなく。
物がねたくさんあるっていうのは奥入瀬の特徴で、この葉っぱとこのつるっと美肌な樹皮でっていうのでセットで覚えるといいんですけど。
す。